ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。本日も歴史について語っていきます。前回のですね、引き続きというか深掘りをしてみたいと思います。ヤタガラスですね。これをヤタガラス、木々ですね、古事記なので言ってる、一般に述べられているヤタガラスですね。神武天皇が神武遠出してきましてですね、奈良の方へ入っていったら長曽根彦に敗れてですね、で、和歌山の方を渡ってですね、今の熊野、本宮大社の方へ回り込んだと。その時にヤタガラスが来てですね、道案内をして、今の橿原に入っていったんだと。これが真実だというふうにしたら何も見えてこないということなんですね。これを阿波古事記の視点からですね、ちょっと解説したいと思います。阿波古事記というかですね、一番研究されてですね、その前に、高根、親子がおったんですけれども、清家三居さんですね、おられましたが、その後引き継いでですね、岩利大観さんですね、先生が、道は阿波より始まるという本を書いてられます。それを読みを解いていったらですね、よく見えてくるんじゃないかと思います。で、天照、大神で大昼目ですね、義士は神殿でいう卑弥呼です。に、ヤタガラスを献上したのはですね、今の徳島市ですね、幡多町ですね、8つの多いとか、幡多町の天津マラという一族ですね。これが金山神社というところで祀られておりましてですね、たたら踊りなんかが今もしてるんですがね、しているところです。たたらいのは冬を踏んで、その鉄を作るということなんですけどね。この幡村ですね、幡市。要するにこの字は違いますけど、これも一緒ですわ。それの住人をですね、カラスとかですね、小ガラスとか言ってですね、阿波で、古代用いられた人名に、人の名前につける呼称であるということですね、呼び名だということですね。これが書かれております。そこから来ているんだということですね。ヤタの鏡を作ったカラさんということですね。それと、神武統制がですね、先ほど申しましたように、大阪から奈良入るんじゃなしに和歌山回ったという風だということを真実だと思ったら何も見えてきません。板野郡、熊野省ですね。今は阿波市の板野町とかあの辺にあると思うんですけれども、この岩利大観先生が本を書かれた頃はこういう宣言でもういっぱい統合してますわね。あれよくないと思うんですけど、いいです。それは別途といたしましてですね、今は地名が阿波市の板野町のあたりですね。これが本当の熊野であるということですね。熊谷神ですかね。その熊野大名に祀ってたりしてですね、その一帯であるということですね。今の橿原神宮とかですね、作ったのは明治22年頃ちゃいますかね。明治に入ってからです。で、三貞をそっち移したと思うんですけれども、これはここであるということですね。一つ聞こえましたら、今も橿原神社というのがあるんですが、それをダラマで爆発してるようです。
この泡であるということが分かれたら困るということでしょうね。ですからここが元であるということです。泡が熊野の元であるということで和歌山は後付けです。それで、稲葉の白うさぎというのもありますわね。それも以上のいに稲橋と南ですよね、これ。ですから伊の山というのは眉山のことです。眉山の南の橋だという意味が稲葉であって鳥取稲葉じゃないということですね。で、前にも申しました出雲というのもこの小松島のあたりからずっと南の方が眉山から南に行った通ですから港その海辺のとこですねに面する出雲と書くということですね。島根の出雲というのはですね、あれは出る雲でですね、淡い目の五雲、その村雲、花雲、5つあるらしいんですけどね。それから出ていたのが出雲ということでですね、今出雲大社いうのは昔は杵築大社と申しました。明治4年に出雲大社に変えられただけです。それで、もちろん昔からあって重要なところなんですけれども、本当の出雲はこの泡だということなんですね。それで、その熊の神武統制についてですね、大広めですね、の伝令としてこの矢田のガラスが来たということなんですが、それは最初ですね、神武統制していってですね、渦彦の力を借りてこう新居林率いるですね、富野長常彦と戦って敗れるということですね。それで、神武天皇の兄さんの伊豆瀬ですかね、その方が亡くなってもう一回引き戻してこの八田村の辺にですね、それで再度久米一族ですねの力を借りて、戦ったら勝ったというふうなことでですね、これは古事記というのは淡い一国の出来事だということです。空海も伊豆の神の古事文というふうに述べられておりましてですね、多隆寺ですかね、そこの優勝書きにですね、空海がですね、伊豆の神とは泡のことであると書いているそうです。ですからそういうことですね。で、話を戻しましたら、久米一族、久米仙人の士族であってですね、このカラスがですね、先ほど申しましたように人の故障であるということですね。呼び名であると。で、久米一族の方がですね、前例となって導いたという話なんですね。久米族というのはですね、その大広めのですね、稲作ですよね、米作りの手法を広めた一族であるということです。ですから、ただ、このシャーマン的にですね、こう拝むだけじゃなしにですね、技術を作ったいたということですね。そんな技術は何で持ってるんやということになったら、これはもうユダヤ流れということになってくるのはもう、わかるんじゃないですかね。天皇家もそういうことです。ユダヤ流れです。それで、その久米一族がの、方のことですね、カラスとかいうことで、ここでヤタガラスというふうに述べられているということですね。で、木の下山がありますね。眉山からちょっと吉野川から上流に行ったところ、木の下山ですね。今は天の岩戸分け矢黒姫神社があります。そこが卑弥呼ですね、大広めのお店先になっておりますけれども、その横にですね、久米族というのはまだ住まれておりましてですね、大きく今も残っております。で、前も申しましたが、この今の
伏見のですね、金薩宮というところがありまして、伏見の酒蔵へ行くところですね。そこが久米の章というのが残っております。ですから、この久米一族であるということと、それプラス、その天照のですね、大広めの兵士というのは、諸部氏がおりましてですね、諸部氏というのはですね、その剣山から南側ですね、南側、土佐ですよね、高知県、牧山一帯というんですか、諸部川いうのが流れてましてですね、その辺を守護していた一団というのが和軍団の最強の兵士であると。久米一族と諸部一族ということなんですね。空海の母方の後家というのはこの諸部一族にあたるわけです。ですから、武力集団であったと、軍団であったということなんですね。諸部氏をちょっと話をしていきましたら、第8代高元天皇ですか、第9代開化天皇ですね、それの妃を務めたいかがしこめですね、諸部氏のそうである、これ女の方です、皇后ですね。それから生まれたのが崇神天皇であるってですね、崇神と天皇というのは御牧入彦ということでですね、落合先生なんかはその御花ですよね、朝鮮半島の御花から来たんだと言っておりますが、私はこの阿波古事記のですね、美馬です。今の美馬市です。ですからかなり上流に入っていった初めての葉作りしらすですね、天皇であるというふうな説をとっております。美馬市ですね。これ今の金城陛下も皇太子の時に美馬市を訪れられております。で、その美馬市から白人神社ですね、二木を祀る白人神社からもう少し上上がったらですね、大城祭に必ず献上するのに、あなたが、大朝でマリファナですね、折った布を献上しないと天皇としてきちっと即位できないと。それをしていないというのは半分ですよね。と言われるというほど大事な荒台を作るのはこの近く、美馬市ですからね。今、美馬市で昔は、小江郡、小屋平というふうに言ったと思うんですけどね。今は美馬市になっております。で、先ほど申しましたようにですね、道は阿波より始まるですね。その前は高根、清京さん、三京さん、兄弟ですね。三則さんですね。正則さんと三則さんですよね。読み方が複雑ですけれども、その方の研究ですね。で、それ、正則さんの流れなんかを研究したのが、この岩利大観さんであると。で、今も阿波古事記研究会とか、阿波古代史研究会なんかで、何件も NPO 法人なんかでがありましてですね、私もその辺の本や資料を取って調べているということですね。本日はこのヤタガラスを阿波古事記から深掘りしてみました。ですからこの全てですね、この阿波がですね、紀元後ですね、700年。持統天皇までは阿波が都だったんだと。で、平城京ですね、奈良出てきたのは、元明天皇ですね。文武天皇より後だと思います。元明女帝の頃に、やっと藤原京というのは2つあってですね、阿波の吉野川の前輪寺島ですかね、そこの南側の持統天皇の藤原京と、それとその元明天皇女帝の頃の藤原京と2つあってですね、そこから始まって平城京に入ったのは聖武天皇ですよね。で、
その大きさが光明氏で、藤原氏が力を持ってくると。藤原氏の流れは長富であってですね、富の長常彦というのはその流れであると、それを消したいので機内に入ったというのが、この岩利大願先生の主張です。私もその流れを継いでおります。それが正しいんじゃないかと思っております。本日はここまでにさせていただきます。また、阿波古事記を詳しく説明していきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。